はい、こんにちは、てんぱぱです。今日はこちらのタクタイルスイッチにルブをする場所を変えて、どこにルブをするのが最適なのかという実験をしていこうと思います。それでは早速今日の目次なんですけれども、前回の動画、はい、こちらですね。で、ルブするべき場所というのをインクをつけて実験したんですけれども、そこでルブをした方がいい場所というのは分かったと思うんですが、タクタイルスイッチに関しては、ルブをあまりしてしまうと、タクタイル感がなくなってしまうというような注意点というかがありますので、どこまでするべきなのか、どこをしていいのかという点をですね、今回の実験動画ではしていきたいなと思います。で、流れとしては、まず今回のどういうような実験をするのかというのを説明した上で、その後に実際に音を鳴らしてみて、その違いというものを、聞いていただいて、で最終的に私の感想みたいなところをお伝えできればなと思います。はい、それでは今日の実験なんですけれども、まずこちらのですね、タクタイルのスイッチのステムをちょっとご覧になってみてください。はい、タクタイルスイッチ見ていただいて分かるように、はい、こんな感じでですね、レッグ、足のところが少しこう山になってるのが分かるかなと思います。はい、で逆にリニアスイッチの場合には、ご覧になっていただいているように、ここに山がないのが分かるかなと思います。なので、ここの違いというのところが、このリニアとタクタイルの部分でのタクタイル独特のちょっと押したような感覚ができるポイントというか構造になっているというような形です。なので、ここの部分と金属のところが接することによってタクタイルの押したような感覚ができるわけなんですが、ここの部分にルブをしすぎてしまうと、タクタイル感がなくなってしまうというようなことがありますので、その辺の程度感みたいなところも踏まえて、今日は実験をしていこうかなと思います。はい。で、今日はこんな形で5種類ぐらい用意しているような形です。で、今回の実験なんですけれども、実験に使うグリスですね。に関してはこの GPL205 の G0 というのを使っていこうと思ってます。で、スプリングの方に使うものに関しては、この GPL の105の G0 を使ってルブをしようかなと思ってます。で、実際このルブですね、する際のところは5つこう並べてあるんですけれども、その違いに関してまずご説明できればなと思います。キースイッチなんですけども、まずここに関しては金属のみにルブをしてます。で、スプリングの方に関しては基本的に1つを除いては全部ルブをせずにやっていこうと思います。金属のみ、そしてこちら金属以外のところにルブをしているような形です。で、こちらは全て。で、こっちも全てなんですけれども、全ての方に関しては、ステムも含めてルブをしてます。逆にこの2つに関しては、ステムはルブをしないという形にしました。で、こっちの全ての方に関しては、こちらの方が薄め、こっちの方が少し厚めという形で変化を楽しんでみたいなと思います。で、写真でご覧になっていただいているように、この2つの違いですね。白が残るくらいにルブをしているというのが右側、こっち側という感じになるので、そのルブの程度によってどんぐらい変わるのかというのは見ていきたいなと思います。最後のこちらのスイッチに関しては、薄めで全て、ステムも含めて全てと、あとスプリングの方にもルブをしてみたいなと思いますので、それをこの後皆さんの耳で確認いただければと思いますし、私自身は打鍵オンだけじゃなくて、打鍵感も含めて感想というかお伝えできればなと思います。はい。それでは準備ができましたので、音を聞いていければなと思います。で、今日使うスイッチなんですけども、ご紹介してなかったんですが、グローリアスパンダというタクタイルスイッチにしました。で、これなんで選んだかというと、タクタイル感がある程度ないと音の変化とかわからないかなと思ったので、ある程度タクタイル感のある音が出る、スイッチで、このグローリアスパンダにしたというような感じです。それでは音チェックしていきましょう。それではまずは、全くルブも何もしてない単体のスイッチの音を聞いてみてください。はい。続いて、先ほどで言うと、この金属の部分だけにルブをしたものを聞いてみてください。はい。続いて、この金属以外にルブをしたものを聞いてみてください。では次に、スプリング以外に薄くルブをしたものを聞いてみてください。それではスプリング以外に全てに厚くですね、白が残るくらいルブしたものの音を聞いてみてください。最後にスプリングも含めてルブをしたものの音を聞いてみてください。はい、いかがだったでしょうか。多分違い聞き取れたんじゃないかなと思います。
やっぱりですね、当然なんですけども、はい、何もルブしてないものに関しては、金属音、かすれ音が、全てちゃんと効いてきちゃうような形になるかなと思いますと。で、この金属だけの部分に関しては、やっぱり金属音は聞こえなくなってはいるんですけれども、ただやっぱりかすれ音っていうのが聞こえちゃう。で、こっちの金属がない部分に関しては、金属音だったりっていうところが、やっぱりかすれ音は消えたんですけども、消えたり減ってるんですけど、金属音が残ると。で、薄い部分に関しては、スプリングにしてないんですけど、スプリングの部分の音だけがシャカンシャカンと落としてしまったなという感じ。で、この、厚く塗った部分に関しては、本当にですね、もうリニアと同じぐらいになっちゃったという感じです。金属部分の白いところを見てたと思うんですけども、こんな感じで。こんだけ塗ると、ほぼリニアになります。なので、あまりお勧めしませんが、それぐらいで打ちたい人は、かなり厚く塗った方がいいなという感じで、ここの差がかなり激しかったなというような感じですね。で、最後にこのスプリングも含めてやったものは、私的にはこれが一番ベストでした。薄くスプリングも含めて塗ると、一番スムーズないい感じの音になるので、ここ好みなので、何が正解ってわけじゃないです。今、5つのパターン聞いていただいて、皆さんが好みなもので、キースイッチのルブの仕方選ぶのが絶対ベストだと思いますが、私どれって選ばれると、このスプリングも含めて、薄くルブすると、全体ルブするというのが個人的には好みだったなというのがスイッチ単体での音です。なんでせっかくなのでこれをですね、キーボードの方に取り付けて、打鍵オン、打鍵カンの部分ですね、チェックしてみたいなと思います。はい、それではキーボードの方へのインストールが完成したので、実験、音を聞いてもらえればなと思います。あらかじめ最初にお伝えさせていただきたいのは、当たり前なんですけども、キースイッチどこに取り付けるかによって、もちろん周りにあるスイッチのものだったり、ネジの近くだったりってすると音が変わるので、厳密に同じ音が出るわけではないので、そこはちょっとご了承いただければなと思います。それでは早速始めていきたいと思います。それでは最初はですね、何もルブしてないものですね。ここになります。聞いてみてください。続いて、金属部分だけルブしたものになります。はい、続いてボトムハウジングの金属以外にルブしたものを聞いてみてください。はい、続いてスプリング以外に薄くルブしたものを聞いてみてください。はい、次にスプリングを除いて厚くルブしたものを聞いてみてください。はい、最後にスプリングも含めて全てに薄くルブしたものを聞いてみてください。いかがだったでしょうか。なんで笑ってるかというと、キーボードに取り付けた時とスイッチ単体で皆さんに聞いていただいた時の音が全然近いすぎるからという感じです。で、結論僕どれが好きかですかと言われたらこれですね。金属以外にボトムハウジングにルブをしたものが個人的には好きでした。ただ、人によっては多分何もしないっていうのが好きな人がいる気がします。なのでこの辺は分かれるかなと思いますが、少なくともスイッチ単体で聞いた時は薄くスプリングを含めて全部ルブした方が好きって言ったんですけれども、キーボードに取り付けて聞いてみるとほぼリニアになります。特にリニアなのはこれです。つまりスプリングを除く全てに厚くルブをしたものに関しては押した感覚普通にただのリニアです。タクタイルスイッチじゃないものになっちゃうんで、ここ気をつけていただければなと思います。なんで今回の実験で面白かったのはやっぱりあんまりタクタイルはですね、単体だと金属音が聞こえてきて嫌なんですけど、キースイッチをキーボードに取り付けてキーキャップ取り付けるとその辺がですね消えてくんですよね。少なくともこの木製のキーボードに関してはですけど、なので結論僕が使うんだったらこの、多少ちょっとボトムハウジングがルブした方が少しコトコト感というかスムーズになってくるので押しやすいなという形があるからこれを選ぶかなと思います。もしくはタクタイル感がすごく好きでこの何もしないかっていう感じになるので、それ以外の選択肢は、タクタイルスイッチを選ぶ以上タクタイル感を楽しみたいという目的があるので選ばないなというのが個人的な私の感想という感じです。なのでこの辺はもしかしたら音だけじゃ分かんないと思うので、この打鍵感のところをですねしっかり今回お伝えできてよかったなというふうに思うんですけども、なので皆さんもですね、試してみるのがまずはいいかなと思いますが、ただ多分これキーボードのケースのですね素材が木じゃなくて他の金属だったとしても、おそらくなんですが塗りすぎだったりしちゃうとほぼリニアになるのは多分変わらないのかなと思いますので、せめてしてもボトムハウジングだけぐらいで止めといた方がいいかなと思います。あとはボトムハウジング
とちょっと薄く金属部分塗って、キーボードと取り付けて、打ってみて、皆さんの感覚見てもらえればなとは思います。はい、それではまとめということでお伝えできればと思うんですけども、今回ですね、タクタイルスイッチのどこにルブをするべきか、でどの程度するべきかというのを見てきたような形です。僕自身の好みに関しては先ほど言ったように、キースイッチ単体で言えば、全てに薄くルブするのが良かったんですけども、キーボードに取り付けちゃうと、もうタクタイルスイッチという目的を果たすためには、確実に金属部分は個人的にはですけど、ルブしない方がタクタイル感を楽しめるので、そこは皆さんもですね、しない方がいいんじゃないかなというのが私的な好みです。なんで、あとは皆さんが、音だけは今回聞けてたのかなと思いますので、打鍵オンだけじゃなくて、打鍵感の方もですね、トライアルしたい場合には、ぜひそこの部分ですね、意識していただいて、試していただければいいんじゃないかなと思います。はい。それでは最後にということで、今回の動画面白かった、役に立ったという場合にはぜひいいねボタンよろしくお願いします。あとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。今後もこんな感じで実験動画というのはですね、引き続きアップロードしていきたいなと思いますので、こういう動画上げてほしいとか、もしご要望あれば、ぜひコメント欄でお寄せいただければ、やらせていただきたいなと思いますので、ぜひお願いいたしますという感じです。で、この実験動画もですね、不定期にアップロードするような感じなので、ぜひサブスクライブ、登録、チャンネル登録していただいて、最新情報をゲットしていただければなと思います。まずは本日ご覧になっていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。さようなら。